皆さん、こんにちは。社会保険労務士、キャリアコンサルタント、産業カウンセラーの飯森です。今回のテーマにつきましては、がんとメンタルヘルスと仕事への思いというテーマでお話をさせていただきたいと思います。その内容については、1番目、55歳でがんになりました。2番目、メンタル問題は深刻な状況でした。3番目、瞑想は非常に効果がありました。4番目、考え方が最重要です。心の平安が大切。がんイコール死の治療が大切というような順番でお話をさせていただきたいと思います。それでは第1番目の55歳でがんになりましたというところからお話をさせていただきます。55歳の時に人間ドックを受けました。その時に便の鮮血反応で陽性が出て精密検査ということになりました。他にも悪いところはたくさんあったんですけれども、大腸の内視鏡検査が必要だということで、大腸の内視鏡の検査を受けたんですけれども、ドクターと一緒にモニターを見ながら大腸の中をずっと見ていたんですが、直腸のところに来ますと大きな腫瘍が見つかりました。検査の途中でしたけれども、血の気が引くような思いでした。これは間違いなくがんだろうなというような形で思いました。その検査については、ご家族と一緒にというような話の中で、約1週間後にお話を受けるようになりました。インフォームドコンセントなんですけれども、やはりドクターの口から心臓がんですぐに手術をする必要性があるというようなお話でした。ただし、他の検査では全く転移の兆候がないので、その点は安心してくださいというような話の中で、がんの手術をするかどうかということで、家族と話し合いました。家族は当然、ドクターがおっしゃる通り手術を受けるべきだというふうに言っていたんですけれども、私は前回もお話ししたと思いますけれども、学習する習慣がついてましたので、そのインフォームドコンセントを受けるまでの間にしっかりといろいろな本を読み漁りました。がんについてはわからないことが多く、早期に発見して早期に対応することが一番だというようなことがほとんど書いてありましたけれども、私が見たアメリカの論文の一つの中に、がんは転移するがんと転移しないがんがあると。転移するがんは、これは何をしてもやはり生存は難しいと。転移しないがんは手術をしようがしまいが、放っておいても死ぬようなことはないと。大きくなって害を及ぼすようなことがあれば、そこはきちっとした対応する必要性があるというようなことが書いてありました。それで
私は腫瘍マーカーも正常であるし、体調も至って健康であったので、しっかり考えた挙句に、他の療法であるゲルソン療法とか、瞑想療法、運動療法などをやりながら症状が出た時に手術をしようというふうに考え、そのような行動を取ることにしました。その時も非常に迷いました。はっきり言って、こういう選択をする方は少数派と言いますか、ほとんどいないというようなこともドクターから言われましたけれども、そういった形で受け入れてくれるクリニックがあったので、そこに通うようにいたしました。しかし、非常に心の中はいつも怯えていたというか、これが大きくなって転移したら助からないなと。今、手術をしておけば大丈夫なんではないかなというような考え方も浮かんできました。正直言ってみんなと同じようにガイドラインに従って標準治療を受けるということがいいことだというような形で、あらゆる本はそういうふうに書いてあったのは事実です。しかし私の選択はしっかり考えた上で自分の意思決定としてそういうゲルソン療法や瞑想療法、それから運動療法に頼ってみるということに決断しました。それから2番目のメンタル問題は深刻な状況でしたというお話をさせていただきたいと思います。いろいろな決断があったんですけれども、内視鏡でがんらしきものを見た時から非常にメンタル的にはひどい状況だったというふうに言えると思います。なんでがんになったんだろうとか、どうして俺ががんになるんだと、なぜなんだ、何か悪いことでもしたのかなとか、そんなことまで考えるような形で非常にメンタル的には大変な状況でした。特にがんイコール死というイメージが非常に強いので恐怖感がありました。不安感がありました。そしてとても心配でした。そういった感情がものすごく強かったというふうに思います。それを振り払うために瞑想したりとか運動したりとかしてできるだけがんのことは考えないようにしました。何かに没頭していると非常にいいというような話も聞きましたので、できるだけ何かに没頭するようにしました。当時は社会保険労務士の資格の試験を受けようと学習活動を続けていましたので、そういった活動は続けることにして、問題集を解いたり、そういったことに集中し、没頭し、できるだけがんのことを忘れるような努力をしました。しかしやはりどうしてもがんというのは恐ろしい病気だと。そして最後には死に至るんだと
いうようなイメージが頭から離れませんでした。仕事場では十分に理解をしてくれて、仕事上の配慮はしてくれるんですけれども、どうしてもコミュニケーションの中では、そういうことをして大丈夫ですかとか、転移して大変なことにならないですかとか、心配のあまり言ってくださる方が多かったんですけれども、それもまたせっかく忘れているのに思い出してしまうというような形で非常に苦しい思いをしました。やはりがんになってみなければ、がん患者の心の苦しみというのはわからないと。特にがん患者会でいろいろなお話をお聞きしますと、非常に皆さん経済的な面でも家族的な面でも子どもの件でも非常にいろいろな問題を抱えていて、私もそうでしたけれども、非常に大変な状況にあるということを、その時に理解しました。日頃はがん患者と付き合う時にはそこまでの考え方を持って共感的理解を示していたことはなかったんですけれども、やはり自分ががんになって初めてその辺の辛さといいますか、厳しさといいますか、そういうものをひしひしと感じました。その時に初めてがんで仕事と両立しなければならない方の気持ちというのを心底理解したような気がしました。メンタルヘルス的には非常に厳しい時期がありましたけれども、徐々に時間が経つにつれてそれを受け入れるようになってきました。人間は一度は死ぬのだからとか、それとか、がんになった時に少し宗教的な本も読むようになりました。そして以前読んでいたフランクルの本も読み返してみたりして、そしてしっかりと、がんと向き合っていくというような心の備えといいますか、心がそういうような方向性に向かったといいますか、メンタル問題は本当に厳しかったんですけれども、徐々に受容する方向性に進んでいったのかなと、時とともにですね。がんの方もその時は腫瘍マーカーも、上智でしたし、特別に症状が出てるということもありませんでしたので、そのまま推移しながら、メンタル面も徐々に怒りや恐怖、そういったものからだんだん受容する方向性へ変わってきたというのがその流れだったというふうに記録しております。そういうふうに心のメンタル問題というものは時間とともに変化するのだということをその時につくづくと思った次第です。次に3番目の瞑想は非常に効果がありましたというお話をさせていただきたいと思います。私が瞑想を始めたのはがんになってからです。しっかりと本を読む中で心を落ち着けていくためには座禅、瞑想が非常に効果があるというような
話を聞いたり、本で読んだり、そういったことをしました。非常に心を落ち着かせて平安にするためには非常にいい効果があったと思います。深い呼吸をして、今だけに集中をして、そして鳥の声が聞こえ、風のささやきが聞こえ、そういう中で30分から1時間ぐらい座って、ただただ深い呼吸と風の音や鳥の鳴き声に集中しながら瞑想をしました。これはやってみるとわかるんですけれども、瞑想をしている間は私はセロトニンがたくさん出るんだろうなというような気がしました。本当に気持ちが落ち着くと言いますか、安らぐと言いますか、こういったことをしていくということは非常にメンタル的にはいいのではないかなというのを感じました。日常生活の非常に忙しい中でいろいろな問題を抱えているときに心がもうオーバーワークをしてしまうというようなことは誰でもあると思うんですよね。そういう中で座禅をし、瞑想をし、心を空っぽにして深い呼吸の中で外界の音を静かに聞いて、そして心を落ち着けていく。こういう作業をしていくと非常に心にとって効果があるというふうに思いました。私も仕事の中で職業相談をしてました。特にこの癌になった時期は障害者関係の仕事をしておりましたので、そういうような方とお話しすることがありまして、お医者さんと相談しながら、そういった瞑想活動もしてみたらどうですかというようなことをお勧めしたりもしました。そうすると、相談者の中には非常に効果があったと、心が落ち着いたというようなことを言っていただく相談者の方もいらっしゃいました。心を整えていくためには、このような瞑想も非常に効果があるのかなということを感じた次第です。特にがんと共存している間は、この瞑想ということで、一切のことをその瞬間に忘れるという作業は非常に心の負担を軽くしたというふうに思います。皆さんもできたらこういった瞑想をしたり、マインドフルネスというようなことをですね、やってみるということは非常に効果があると思いますので、やってみられたらどうでしょうか。やり方はもう、インターネット等でいろいろな方がご教授されておりますので、そういったのを見られてやるということが一番いいのかなと思います。私はしっかりと座って、背筋を伸ばして、深い呼吸の中で、しっかりと外界の音に集中しながら、30分から1時間、それだけに没頭した時間を作ってたということで、非常に心が安定したと言いますか、メンタル問題が軽くなったというふうに記憶しております。私としてはおすすめですけれども、それはもう皆様方が考えてするかどうかを
決められる話なので、こういった例もあるということを思っていただければなというふうに思っております。それでは4番目の考え方が最重要で心の平安が大切。がんイコール死の需要が大切というお話をさせていただきたいと思います。皆さんは心の在り方というものについてどのように考えられるでしょうか。どうしても人間は考える方向性として不安や心配、マイナス的な思考になりがちです。そういった時にポジティブな考え方を持つ、自己肯定感を高めるような考え方を持つ、そういった考え方を持つだけで非常に心は軽くなります。何かあった時に悪くそれを取るのではなくて、それは後々のためにこういうことが起こったのかというふうな形で、その大きなライフステージで起こった事案についてものを考えるという考え方は非常に大切だと思います。何々のおかげでよかった。大変な思いはしたけれども、あとはよかったというような形でですね、前向きに物事を考えていく。そういった方向性で物を考えていくということは、たとえがんになった時も、プラスの方向性で考える考え方を持っていれば、非常に心が軽くなります。どうしても不安や心配ががんの場合は起こってきます。振り払おうとしても何度も何度も心配や不安、これが覆いかぶさってきます。その時にそれをどのようにコントロールしていくかと言いますと、やはりポジティブにものを考え、ポジティブに行動していく。それが大切で、特に自己肯定感を高めるような行動を起こしていくということが大切ではないかなと思っております。私はがんになって、がんは非常に恐ろしい病気ですけれども、それを受容することができたときに初めて心の不安がなくなって、心配がなくなって、心が軽くなって、前向きに物事に取り組めるようになると思います。最終的にがんイコール死という生死観ですね。これをどのように捉えるのかということが大きな課題といいますか、それをどのようにコントロールしていくのかということが大切な部分だと思います。特にがんになってからは般若心経を読んだり念仏を唱えたりしています。私は浄土、あの世というのをいろいろな本を読みながら信じております。死んで終わりではなく、死ぬことは浄土に生まれ変わるのだということを信じています。そんなものあるわけないよと思われる方は
それはそれでいいんだと思います。私はそう思うことによって、今の時を大切にしながら生きていくことができると考えています。あの世があるかないかなど、人間に分かりっこありません。そこは信じるか信じないかの問題です。私はその点については信じる方をとっています。ですから、死は通過点でしかない。浄土に生まれ変わるというのが私の信じる道です。そういうふうに考えると非常に心が軽くなります。特に般若心経などを唱えていると非常に心が落ち着きます。人生は無常です。移り変わって何一つ残るものはありません。実体のあるものは残っていきません。そういったことを教えてくれるいい経典だと私は思っています。その点、何を大事にするかというのは人それぞれ違うと思います。でも何か信じるものがあると非常に心が軽くなるというのは間違いのない事実のような気がします。この機会にそういったことも考えてみられるというのも大切なことではないかなというふうに思っております。今回は私のことを中心にしながらメンタルヘルスを考えました。心の健康問題、非常に大切です。今、非常に多くの方が心の問題で悩んでいます。人間関係で疲れます。こういう時代だから本当に大変です。そういった時にどういう心持ちを持つのか、それは非常に大切なことだと思います。ぜひともこの機会に考えてみてはどうかなというふうにご提案させていただきたいと思います。今回、それと仕事への思いということですけれども、がんになって非常に辛い思いをしたわけですけれども、そのおかげで産業カウンセリングもキャリアコンサルティングも社会保険労務士の仕事も非常にプラスに働いたのではないかなと考えています。相手の立場に立って、相手の気持ちになって、そして共感的に理解して、信頼関係を構築していく。そういう中で、本当の助言や支援ができるのだというふうに考えています。そういうふうな考え方を持つことができたのもがんになっていろいろなことを経験したからです。そういったすべてのおかげで今がある。がんが発見されてからもう11年になりますけれども、その間に自分自身も非常に大きく成長したなというふうに思っています。学習活動を通じていろいろなことを学ぶのも大切ですけれども、いろいろなことを経験していくということも非常に大切な部分だろうと思います。今、メンタル不調で苦しんでいる
皆さんも非常に多いと思います。でもそれを乗り越えて、一回り大きくなって物事を考え行動することによって、自分の人生、それをですね、充実させる。大切に生きていく。そういったことをしていくことが大切ではないかなというふうに思います。仕事への思いとして、こういった大変な病気になったんですけれども、今こうやって生きて頑張っていれるということもあります。そういった中でいろいろな苦しみを乗り越えることによって生まれてくる充実感なり幸福感なり、そういったものが必ずあると思いますので、そういったことを考えながら何事にも取り組んでいかれることが大切なことではないかなと思っています。本日も長い間ご視聴いただきありがとうございました。また次回もメンタルヘルスの具体的なお話をさせていただきたいと思いますので、もしよろしかったらチャンネル登録をしていただき、ご視聴していただければありがたいなと思います。本日はどうもありがとうございました。